はい、バラ畑のサハラが咲き始めました。最近急に気温が高くなってきたので、お花色がオレンジから赤にすでに色づき始めています。まだまだつぼみの多いサハラなのですが、実は今年はお隣のブルーフォーユーと一応お花の咲く時期が間に合いました。こんな感じです。綺麗です。はい、こちらはランタンシトロイユです。今年は我が家のアプリコットやピーチ系の色のバラに鮮やかな黄色みが強く出ているような気がするという話をしているのですが、この子も今年は黄色が比較的主張しているような気がします。全体像としてはこんな感じです。とってもゴージャスで派手ですね。お花を近づけましても香りを感じたことがないバラです。一旦咲き出すとずっと次々とお花が咲いてくれて長く楽しめるバラなのですが、我が家では毎年年に2回ぐらいしか咲いてくれません。黒点病にも弱いので薬剤散布頑張らなきゃなんですが、この子にしかない魅力があるので私は大好きなバラです。ランタンシトロイユも派手に咲いています。この子は香りがありませんが、バラの香りを楽しむのと同じくらい色彩の変化を見たりするのが大好きなので、この子も大好きなバラです。はい、こちらはマジェンタスカイです。葉が盛大にお薬焼けしていますね。おとといサンヨールとベンレート巻きました。全体像としてはこんな感じです。10号鉢です。お花を近づけますとフルーツとティーのとってもいい香りがしています。お色も渋くて大好きです。この子はお花持ちがあまりしないのでなかなか撮影できないでいたのですが、去年はお花数もつかなかったのでおかしいなと思っていたら、夏に鉢の中からコガネムシの大きい幼虫が10匹ぐらい出てきました。で、退治して、そして今年の春のヨード買いの時に同じくコガネムシの幼虫が大量にいるようでしたので、水攻めで退治して、そしたらたくさんつぼみがつくようになってくれました。今年は他のバラにもコガネムシの幼虫たくさん出ているので、ダイアジノンだけは巻こうかなと思っています。はい、こちらはプリンセスシャルレーヌ・ド・モナコです。お気に入りで2鉢持っていたのですが、今年の春ブッシュ仕立てにしていた方の子が急激な枝枯れでお亡くなりになってしまいました。お花を近づけますとほのかに甘酸っぱい香りがわかります。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。
はい、こちらはエクセレンツ・フォン・シューベルト・オールドローズです。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。お花を近づけますと、バラの香りというよりもお花の香りがするといった感じがします。春限定の可愛いお花です。はい、こちらはエドゥアール・マネです。我が家でなかなかうまく咲かせられないバラです。今年の春も灰色カビ病とボーリングがひどくてご紹介できないかなと思ったのですが、なんとか少し見れるような感じで咲いてくれました。お花を近づけますと甘酸っぱい香りがしています。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。クリーム色に白とピンクの絞りの入ったポップな感じのお花色なのですが、全体的にお花が傷んでいるせいかくすんだお色に見えてしまっていると思います。上手に咲かせられるようになりたいです。はい、こちらは大好きなブラッシュノアゼットのその2です。お気に入りで2鉢持っています。お花を近づけましてもあまり香りはわかりません。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。ピンクと白のお花色のグラデーションがとっても可愛いですね。はい、こちらはアンジェラです。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。シンプルなお花形で可愛いですね。お花を近づけますとかすかに香りがわかると思います。葉の色とお花のシンプルな感じのバランスが和風のお庭にも似合いそうだなと思いました。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。